皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。今回はなんと国内屈指のテレビブランドブラビアの開発・製造を手掛けているソニーさんより、今年から新たにリニューアルした有機 EL テレビ、液晶テレビの画質面、音質面など実際に体験することができる体験会へ特別にご招待いただきました。実際に今からソニーさんの本社がある大崎まで向かうんですが、もうワクワクが止まりませんよね。僕も今年度の液晶モデル X95J を愛用していて、本当大好きなブランドなので、今回ご招待いただいて感激です。また今回は画質、音質だけでなく、PlayStation 5との連携バッチリのゲーミング機能、ブラビアカムをはじめとした UX 機能なんかも幅広く体験できるみたいなので、皆さんにも分かりやすいようにバッチリレビューしていきますね。それでは大崎に行ってきます。さて、ソニー本社に到着いたしました。シリーズ紹介や特徴機能などの基本的な部分については、ソニーの営業担当の方よりご説明いただけるそうなので、あまり出しゃばらないように注意します。さて、今回はご覧のような流れでご紹介していただけるみたいです。1、フラグシップモデルの紹介&比較。2、液晶最上位モデルの新旧比較。3、有機 EL 最上位モデルの新旧比較。4、UX 機能の紹介&デモ操作。さて、それでは早速フラグシップモデルの紹介&比較からやっていきましょお願いします。よろしくお願いします。まず液晶テレビと有機 EL テレビの比較をさせていただきたいなと思います。今お見せさせていただいているテレビが2022年、今発売になっているソニーのフラグシップのモデルになります。こちら側の向かって右側ですねのテレビが65インチの X95K というモデルになりまして、液晶のフラグシップモデル、ミニ LED のパネル搭載のモデルになります。こちら向かって左側が A95K というモデルになりまして、有機 EL のフラグシップでQD-OLED というパネルを搭載したモデルになります。簡単に液晶と、有機 EL の違いなんですけども、液晶は背面に LED のバックライトを搭載しておりますので、明るさとかに強くて、そうですよね。はい。めちゃめちゃ比較した時に明るいですよね。はい、今一応試させていただいてますけども、明るさが違うかなと思います。はい、そういった意味だと昼間とか明るい時にバラエティだったり、テレビ番組シリーズとかのを、得意としているテレビになります。一方で有機 EL のテレビに関しては黒の引き締まりっていうところが、強みになっておりまして、っていうのもこの、自発光しているので黒を完全に沈めることができるっていう意味では、映画とか見られる方におすすめしているテレビになります。ちょっと映像を流して、どちらも綺麗ではあると思うんですけども、色味だったり明るさっていうところの違いが分かっていただけるかなと。そうですね。比較した時にはどちらもメリットデメリットがあるような感じはしますけど、やっぱ有機 EL 黒がすごい綺麗ですね。そうですね。漆黒ですよね。はい。今まではさらに液晶と有機で差があったんですけども、ミニ LED のパネル搭載することによって、細かく制御できるので、そういった意味では液晶だけれども黒の引き締まりっていうのが強くなってるんです。そうですね。後で多分 X95J とね、比較した時に分かると思うので、そこら辺も後で楽しみにしていただければなと思います。こうやって2つ並べられるとパッと見ですね、ミニ LED 搭載の X95K の方が綺麗に見えたんですよね。実際に画面の輝度もすごいですし、映像の精細感も半端ないんですよね。ただこういった暗めな映像を流すとですね、有機 EL モデル A95K の方が圧倒的に美しいです。X95K も精細ではあるんですけど、QD-OLED には到底かないませんよね。このような青い綿毛のようなものを見ていただくとわかるんですけど、X95K の方では周囲の LED に塗りつぶされてしまって、輝き感だけが際立って見えますよね。対して A95K では
QD-OLED 自体が発光しているので、しっかりと玉の中の黒い部分までリアルに描き出されていますよね。また星空なんかは一目瞭然ですね。X95K では明るい星だけが抽出されていますが、A95K では明るい星はもちろん、明るさが弱い星までしっかりと映し出されているんですよね。やはり映像をリアルに描き出してくれる精細感は QD-OLED を搭載した有機 EL モデル A95K が圧倒的に優れていることを実感しました。続いて液晶の、新旧比較させていただきます。こちらの向かって右側のモデルが65インチの X95J という去年のですね、2021年のフラグシップの液晶モデルになります。でこちらが先ほどご紹介した65の X95K の、ミニ LED モデルになります。1年間の進化っていうものを、はい、目で見ていただこうかなと思うんですけども、ちょっと映像流します。この時点で明るさが全然違いますよね。はい、この白いところとかも全然見た目も違いますし、はい、こういったところも、色の表現もそうですけど、はい、奥行きとかコントラストとかもそうですね、コントラスト全然違いますね。違うかなと思います。はい、赤とかも分かりやすいかなと。そうですね、赤全然違いますね。ミニ LED になっていることで結構コントラストもはっきりと出ているんじゃないかなと思います。そうですね、はい、はい、先ほど言ってた黒色のところが出てくるかなと思います。はい、こちらです。やっぱこう新旧比較してみると全然違いますね。漆黒ですよね。漆黒に近いような色出てるかなと思います。やっぱ有機 EL と比較しちゃうとまたあれなんですけど、液晶同士新旧比較すると全然進化が見えますよね。そうですね、おっしゃっていただいた通り有機の黒まではまだいかないかもしれないんですけども、こう比較していただくとミニ LED のパネルと、ソニーの XR のエンジンですね、はい、掛け合わさった進化見ていただけるかなと思います。そうですね。続きまして有機 EL の方の新旧比較させていただこうと思います。向かって右側が A95K QD-OLED 搭載のモデルになります。で向かって左側が昨年の2021年の65インチの A90J になります。ここを今停止させていただいておりますけども、もちろん有機 EL なので黒の引き締まりってところは双方ともに引き締まってると思うんですけど、はい、色味だったり輝度っていうところの違いを分かっていただけるかなと。そうですね。この赤分かりますかね。全然違いますよね。そしてこっちの方が立体感あるんですよね。ビビットが効いてるですかね。そういうわけではもう実際に見た目そのものを皆さんに見せたいっていうのが伝わってくるような感じですね。リアル感がこちらの方があるかなと思うんですけども、はい、その量子ドットの、パネルっていうのも新しいパネルとして導入してるっていうのもあるんですけど、それとともに中に入っているプロセッサー XR っていうエンジンと掛け合わさることで、本当にこの色域赤一色だけじゃなくて赤の中の色域っていうのも広がってますし、もちろん他の色の色域っていうのも広がっていて、そういう意味でこうパッと見ただけでも赤の色が違ったりとかっていうのが分かっていただけるかなと思います。色域広がるってことは実際の目で見た感覚に近いってことですね。そうですね。はい。こういったところも抹茶の粉とかの粒の、本当に違いますね。感じが違うかなと思います。リアルだな。本当に目の前にあるかのような。有機 EL はすごいですね。視野角も本当に広いですね。もともと有機 EL の特性として、視野角液晶よりも広いっていうのがあるんですけども、さらにそのQD-OLED が入ったことによって、光の拡散が横に広がっているので、さらに視野角良くなってます。なのでそちらと比べていただいてもそっちの方がよく見えるんじゃないかなと思います。こちらの金箔とかの輝きも本当ですね。のところで後ほど詳しく質問などもお受けできたらなと思います。よろしくお願いします。向かって左側が昨年のモデル A90J で、向かって右側が今年のモデル 95K なんですけれども、ですね、反射が全然違うんですよね。有機 EL って結構反射強いイメージあったんですけれども、ちょっと今こう黒い部分見ててください。僕がこう反射で映ってると思うんですが、今 A95K の部分に移動したんですがどうですか。今 A90J です。で今 A95K、 全然反射がやっぱ低減されているような気がします。続いては何の説明していただけますか。はい、先ほどは画質の
ところを説明させていただいたんですけれども、今回は画音質以外のところで新しいテレビでの楽しみ方っていう UX 機能をご紹介させていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ソニーのテレビでできる特徴としては大きくここに載っている4つの機能があるんですけれども、ちょっと1個ずつご紹介をさせていただこうと思います。はい、便利なスマホ機能っていうところで、ちょっとソニーのテレビは AirPlay に対応しておりますので、Apple 製品 iPhone とか Mac とか、あと iPad だったりを、簡単にワンタッチでキャストして、音楽を楽しんだりだとか、YouTube 動画だったり、そういうのを楽しんだりすることができます。実際に今 iPad をご用意してますので、iPad で画面共有しながらご説明させていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、今ワンタッチでキャストをしまして、iPad の中の画面がそのままテレビの方に映し出されている状態になっております。ブラビアは、国内メーカーで唯一 AirPlay 2に対応しておりまして、Apple 製品と相性がいいということで、はい、手軽につなげて様々な機能を楽しむことができます。はい、例えば自分で撮影した写真だったり動画を大画面でみんなで一緒に鑑賞したりだとか、あとは Apple Music だったり Spotify とかをすぐに飛ばしてスピーカー代わりにすることができたりだとか、そういった形でとても簡単に楽しむことができます。はい。で、次はブラビアカムですね。はい、こちらがちょっと今回のメインになるんですけれども、この夏ですね、8月13日に、ソニーの新商品としてブラビアカムというものが発売されました。はい、これは、カメラが人を認識して、いろいろな機能を楽しむことができるっていうものなんですけれども、大きく機能は5つございまして、自動で画音質を調整してくれる機能と、あとはリモコンいらずでジェスチャーだけでテレビを操作することができる機能で、あとは、ちょっと視聴位置が近すぎると離れてみてくださいねっていうアラートを出してくれる近すぎアラート、あとは、Google デュオでビデオチャットができる機能だったり、あとは、自動省電力モードということで、一定期間テレビから離れたら画面が暗くなる、省電力モードになるっていう5つの機能がございます。はい、実際にちょっとお試しデモをやらせていただこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではブラビアカムのデモに移らせていただこうと思います。ちょっと一部機能ですね、ジェスチャーコントロールと自動省電力モードの2つに関しましては、ちょっとまだアップデート、ソフトウェアのアップデートが、まだな状態でして、ちょっと世のお客様はちょっとまだ使えない状況にあるんですけれども、今は特別にちょっと試作品ということでこのテレビにだけソフトウェアを組み込みまして、ご体験いただこうと思っております。はい、なのでちょっと試作品なので動作等々不安定になる可能性もございますが、ご了承いただければと思います。はい、まず1つ目ですね、自動画音質調整のご紹介をさせていただきます。カメラが人を認識して自動で最適な画音質に調整してくれるっていう機能なんですけれども、今ここに映っている、緑のポチっていうのが、現在今部屋の中にいる人を、はい、カメラが認識しています。はい、なので、私がこうやって動くとリアルタイムで本当ですね。人が動いてますね。はい、この中央にいるのが僕ですね。そうですね、一番前にいらっしゃるのが、でこの視聴の位置に合わせてこの明るさだったりボイス強調、音のバランスのバーがリアルタイムで動くようになってます。はい、で明るさとボイス強調に関しましては、このカメラから一番近い人に合わせてることになるので、後ろに下がっていただくと、はい、暗いバーが明るい方にちょっと動くと思います。あ、本当ですね。はい。で今カメラから見て右側の方に人がちょっと集まっているので、音のバランスのバーも右の方にちょっと傾いてる状態。めちゃめちゃ画期的ですね。はい、これで自動的に最適な、暗くなって、そうですね、暗くなりました。はい、というのが、画音質調整機能になります。2つ目がジェスチャーコントロールですね。これは先ほどもご説明させていただきましたが、リモコンとか音声検索なしで手の手動ではいはい、チャンネルを変えたりだとか、音量を上げ下げしたりだとか、一時停止再生したりっていう機能が使えるようになります。
自分の手がリモコンになるみたいな感じですね。そうですね。すごいですね。はい、今ちょっとはい、出てきたんですけど、はい。こう手を上げていただいて、はい、出てくるので、こう手を上に上げると音量がおお、どんどん上がっていって、なるほど。で下にすると下がっていく。はい、すごい。はい。っていうような感じになります。へー今ちょっと動画が流れてないので、はい、できないんですけれども、はいこう手を上げていただいて右にすると動画が再生したり一時停止したりとか、あそういう機能もありますし、あとはい人差し指を出すと、あ、はい。動画の早送りだったり巻き戻しっていうのも、本当だ。はいできます。すごい、結構鋭敏ですね。そうです。はい。はい。えすごく便利な機能になります。そうですね。はい。で、人差し指は結構いろいろタイプもありまして、はい。ああ、なるほど。ここで設定ができるようなそうですね形かね。はい。シリーズになりますそれでは実際にちょっと自分の動画使ってジェスチャーコントロール試していきたいと思います。 A80K、A90K の特徴機能やそれでこれを上にやるとですね、紹介してきました。音量が上がります。今回はその続編ということで、ミニ LED 搭載の注目機、はいで下にやると X95K の昨年度モデル音が下がります変更点の紹介や X90K や、はいテレビ選びに迷われている方や結構鋭敏なんですよね。見られた方はぜひ最後までで一時停止したりとか、ご覧ください。再生 QD オレットを搭載してすごいですね。で人差し指をやるとまた別のリモコンが出てきてですね、こうしていくと早送りだったりとか、 3スピーカー増設による左側にやると巻き戻し、モデルからの変更点、はい、2こんな感じでかなり鋭敏に動きますね。 3ちょっと僕の手で電源切っていきたいと思います。まずは今回発表になった液晶テレビ、主に最上位モデルの X95K がハンドパワーです。そうですはい、そんな感じでこのブラビアカム今実際体験したんですが、かなり鋭敏に反応してもうリモコンどこか行っちゃったみたいな感じになっても自分の手だけでリモコン操作できるので、ここら辺かなりいいですね。今ジェスチャーコントロールまで体感いただいたんですけれども、ちょっとあと2つご紹介させていただきます。はいはい、次は近すぎアラートっていうものなんですけれども、これはですね、主にお子さんとかがですね、テレビの前でちょっと近すぎる距離で視聴していた時に、近すぎだよっていうようなアラートを出してくれるような機能になります。別にお子さんじゃなくても大人の方でもアラートを出せる機能になっております。はい。で今ちょっと有効なので有効にしまして、距離を設定することがはいできます。今ちょっと1メートル設定を、はい、しようと思います。はいちょっと実際に前に近づいてみて、一回ちょっと待ってください。はい、前に近づいてみてくださ。はいい、ちょっと実際前に近づいてみたいと思います。しっかりここで離れてみてくださいと表示されました。はい、はい、なるほど。これはい一回離れてみてくださいって出るんですけど、その時に離れたら今みたいに下がるんですけど、ずっと言うことを聞かずに、はいずっとテレビの前にいると、はいまた大きくポップが出てくる。ああ、なるほど。ちょっとはいもう一回やってみます。はい、もう一度近づいてみます。離れてみてください。おーはい。でこんな感じでもう映像もストップしちゃうような感じなんですかね。そうですね、もうはい見れなくなってしまうような、ああ、なるほど。はい、これは確かにお子さんとかいる家庭にはいいですね。そうですね。ロックの解除も暗証番号がないと、あー解除できないので、はいはいはい保護者の方がお子さんにわからないように、はい。暗証番号を設定すると、お子さんも解除できないでなるほど。いうことを聞いて、いい視聴環境で確かに。テレビを見てくれるようになはい。そうですねるかと。思います。はい。はい。でですね、先ほどの距離1メートルで設定をしていたんですけれども、はい。視聴距離っていうのを変更することができます。ここですね。暗証番号です。あ、そうです。はい。はい。はい。で距離を設定っていうところを押すと、今カメラから一番近い人を認識して、はい。
測定をカメラの方で測定をしてくれます。ああ、そうなんでなのでこの位置より前に出ちゃダメっていう距離を決めて、す。はい。はい出ました。今はい 1.5 メートルっていう風に出たので、ここから前に出るともうアラートが鳴るように、んはいなるほど。設定をすることが。数字じゃなくてちゃんともうその見た映像でできるってことですね。そうですねここからダメだよっていうのは、そうですね。今結構お子さんの目の悪さも社会問題になっているので、うん、はい、そのあたりもかなりいいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。っていうのが近すぎアラートのご紹介になります。はい。で最後ですね、自動省電力モードっていうものがあります。はい。これはこのカメラが一定期間人を認識しなくなったら画面が暗くなって省電力モードに入るっていうような機能になります。はい。で省電力モードに入る時間は1分から60分まで選択することができます。はい。ちなみにこれ省電力モードになると画面が暗くなる。暗くなります、暗くなる。はいなるほ。ど。で省電力効果も弱が、弱と強であー変えることができて、強にするとちょっと画面が暗くなったの分かります。そうですね。思います。はい。これも選択することができます。うんはい。環境に優しい機能ですね。そうですね。はい。ということでブラビアカムのご紹介は以上になります。ありがとうございます。はいこちらのブラビアカムはですね、有機 EL の最上位モデル A95K のみ最初から付属されていて、他のモデルで先ほどの機能を使用する場合は、ブラビアカムを別途購入する必要があります。A95K に付属されているブラビアカムについては、完全に A95K 専用のような感じで、このようにテレビ本体にカチャッとはまるんですよね。他のモデルで別途購入が必要なブラビアカムは、コネクタ等がなく、USB ケーブルをテレビ本体に接続する形みたいです。これはちょっとケーブルが邪魔になる気がしますよね。またブラビアカムにはこのようにシャッターがついていて、使用しない時にはこちらのシャッターを閉じることもできるんですよね。テレビに監視されているような気分になる方もいると思うので、そういった方にとっては嬉しい機能かもしれません。本当は1本の動画にまとめたかったんですが、今回はここまでとなります。いや、さすがはブラビア。画質面には圧倒されましたね。たった1年の違いにもかかわらず、かなりの進化が目で見てわかりましたね。また、UX 機能もさらに進化していて、テレビをハンドパワーで動かせる時代が来るなんて夢にも思いませんでしたよ。次回の動画では気になる音質面やゲーミング機能、そしてソニー社員さんへのインタビューまで、これまた見応えのある動画となっていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしてお待ちください。ソニー社員さんへのインタビューでは画質面についてかなり踏み込んだ質問もしていますので、テレビ好きの方は必見ですよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。